どっちやねん。ココナッツなしでは生きていけない。はい、こんにちは、インドカリーコです。今日はフライパン一つで作るスリランカ風チキンカレーの作り方をご紹介します。スリランカっていうのはインドの南にある国で、インドと同じくカレー大国なんですが、いつも作るカレーと基本的には一緒なんですけど、少しずつ作り方が違うんですよね。今日はインドカレーとスリランカカレーの同じところ、違うところ、調理する時のポイントなどを踏まえて、丁寧に作っていこうかなと思います。早速材料紹介です。じゃーん。材料はね、シンプルです。玉ねぎ、トマト、ニンニク、生姜、手羽元ですね。今日は手羽元を使っていこうと思います。これだけ見ると、基本的にはインドカレーと同じですね。私がよく作ってるスパイスカレーはインドカレーです。はい。まずじゃあ切っていきましょう。玉ねぎは4分の1カット分ぐらいで十分です。だいたい 50g 分ですね。薄くスライスしていきます。まずインドカレーと同じところっていうのは、基本の材料が基本的には一緒。基本の材料が基本的には一緒って当たり前のこと言ってますけど、基本の材料が一緒ということです。こんな感じでスライスしていきます。これもいつもの手順ですね。でトマトも適当で OK です。こんな感じで不思議にしていきましょうか。トマトも4分の1個分ぐらいでだいたい 50g です。これ私すごい大きいトマトだったんでめっちゃちっちゃいんですけど、普通のトマトだったら4分の1個分ぐらい 50g ですね。で生姜はちょっとね細切りにしていきます。ちょっとめんどくさいんですけど、もちろんみじん切りとかでも全然大丈夫です。はい、こんな感じでニンニクも同じですね。もともとね、結構スリランカカレーって大阪とかでめちゃめちゃ流行ったんですよね。東京でもね、結構お店があって、私が好きなのは門前仲町のタップロボーンとか、あと高田馬場のアプサルとかよく行ってましたね。めっちゃ好きです。ということで、こんな感じでもうざっと準備が終わりました。手羽元は 400g 分ぐらい使います。ちょっとね、大きさまちまちなので本数っていうよりも 400g で、統一していこうかなと思います。では早速これをフライパンで炒めていくんですが、ちょっと解説。まずスリランカとインドカレーの違いっていうのは、ほとんど玉ねぎを炒めないことになります。なので今日は玉ねぎを炒める時間が短いです。っていうかこれはやっぱり作りながら説明していきます。どっちやねん。はい、では早速作っていきます。はい、まずここでスリランカとインドカレーの違いその1ですね。スリランカカレーってあんまり玉ねぎを炒めないんですよね。玉ねぎを炒めないで煮込んで作るっていうのが、インドカレーとかの違いです。インドカレーは結構玉ねぎの炒めが重要で、その後長く煮込むことがあっても重要なのは玉ねぎで深みを出すというところになるんですけど、スリランカカレーは少し違って玉ねぎでは深みを出さずにスパイスで深みを出します。ということで、まずスパイスで深みを出すためにスパイスを焙煎していきます。まずフライパンにパウダースパイスですね、粉のスパイスを入れていきます。コリアンダー大さじ1、クミンが小さじ2、おいおい、パプリカパウダーが小さじ1。スリランカだと実際パプリカパウダーってほぼほぼ使わないんですけど、本場だとパプリカじゃなくてチリペッパーを使います。日本人だと食べられる人少ないと思うので、パプリカパウダーで代用して煮た味を出してます。でチリペッパーが小さじ1/2で、ターメリックも小さじ1/2ですね。でこれを焙煎していきます。火をつけます。割とね中火で大丈夫です。スリランカカレーって実はこういう風にパウダースパイスをフライパンに入れて焙煎するっていうことは本当はまとめてやるんですよ。でスリランカカレーってこういう風なパウダースパイス単品で使うことももちろんあるんですけど、結構ほとんどの場合がミックススパイスのチュナパハっていうやつ使うんですよね。スリランカカレーをよく作る人だったらたくさん作って持っといてもいいと思うんですけど、ツナパハ作ってても余っちゃうんですよ。でツナパハっぽく簡単にそれの代わりになるようなパウダースパイスの調合比を探して作ってって感じですね。中火ぐらいで熱してるとこういう風に煙が出てきます。で煙が出ても気にせず熱していきます。煙が出て2分ぐらいかな熱していくとこういい感じのロースト感が出てきます。
煙が出始めて1分ぐらいすると少し茶色くなってくるので、ちょっと画面上では分かりにくいんですけど、なってくるので弱火にしてください。今ごく弱火です。だんだん香りが焦げっぽい香りになってくると思います。そしたらもうね、火は本当に最小限にするか、むしろもう火は切っちゃっても大丈夫。これをすることによって玉ねぎを炒めなくても美味しい深みのあるカレーになるってことですね。でこのカレーが気に入ったらもうたくさんこれを作り置きしておけばいいっていう話になります。匂いを嗅いで少し香ばしい焙煎香っていうの香りがするかなーってぐらいまでいっていきます。生っぽくない感じ。ちょっともう一回火をつけます。ずっとね、絶えずかき混ぜていた方がいいですね。スリランカカレーとインドカレーの違いのその2と言っていいところというのであれば、使うスパイスが一つだけ決定的に違うやつがあるんですよ。そのスパイスを入れると一気にスリランカ感が出る。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 そのスパイスは、一番最後に紹介するんですけど、それはねぶっちゃけなくても十分美味しいので、本当にスリランカの香りを出したいって時だけ買ってください。こんな感じで香ばしい香りがしたら終わり。お皿にかけます。これお皿乗らない。ちょっとねお皿にね開けておきます。こんな感じでいい感じなローストツナパハができました。そしたらローストツナパハを作ったフライパンにもうそのまま洗わなくて OK です。フライパンに大さじ1杯ぐらいの油をひいていきます。そしたらここにいつも通りホールスパイスを入れていきます。今日使うホールスパイスはカルダモン3粒、クローブがちょっと多めで6粒ぐらい、シナモンは3センチで、今日はねスリランカなのでセイロンシナモンを使います。でそれと、小さじ1/2杯分のマスタードシードですね、加えていきます。でシナモンも別にカシアいつも使ってる方でも全然大丈夫。どのシナモンでもいいんですけど、こんな感じで、熱していきます。軽くカルダモンが膨らんだら玉ねぎ、にんにく、生姜、もうトマトも入れちゃいます。軽くこの全体的に混ぜ合わせたら、もうあんまりね玉ねぎを炒める必要性はありません。玉ねぎもにんにくも生姜もこの場合は、深みとして使うんではなくて香りとして使ってます。そしたらもうここに鶏肉入れていきます。もともとスリランカカレーってフライパンで作らなくて、どっちかっていうと土鍋で作るんですよ。だからそもそも炒める工程がなくて、こんな感じで混ぜ合わせて煮るみたいな。こんな感じでかき混ぜたら、ここにさっき作ったスパイスを入れていきます。で同時に塩も入れてきます。まず小さじ1杯入れていきます。塩だけはちゃんと測ってください。そしたらこれをざっくりかき混ぜていきます。これもね軽く混ぜる程度で OK。 混ざったなと思ったらココナッツミルクですね。もうスリランカカレーはココナッツなしでは無理です。ココナッツがないスリランカは醤油のない日本と一緒ですね。でココナッツミルクを150加えて水を200入れます。今日は手羽元がちょっと大きいので30分ぐらいは煮込みたいですね。玉ねぎを炒めない時っていうのは逆に煮込んでその深みを出すっていうことをするんですね。炒めない時は煮ると意外と解決されることがあるってことですね。でここまでは基本的に使う材料全部、インドカレーと一緒だと思うんですけど、このねスリランカ特有のハーブがあるんですよ、ランペっていうハーブなんですけど、これを入れることによって一気にスリランカの味わいになります。でこれはタイカレーでもよく使われるやつでパンダンリーフっても呼ばれるんだけど、私結構この香り好きだから10切れぐらい入れちゃいます。生だとねちょっと軽く炒めるんですけど、乾燥だと炒めてもいいけど焦げる可能性もあるので、私は煮込みのところから入れちゃいます。で30分煮込んでるうちにこのハーブもね大きく戻ってしっかり香りが出てくれるようになるので、
今日はじっくり煮込んでいくことにしましょう。でスリランカカレーはもうこれで終わりなんですよ。煮込んだら終わりっていう、もうめちゃめちゃ簡単じゃないですか。とにかく煮るっていうところですね。ということで30分間煮ていきます。はい、ではカレーを作ってる間に簡単に作れる副菜を作っていこうと思います。ポルサンボルですね。スリランカでいうもうお漬物とかふりかけぐらいの立ち位置にあるご飯のお供になります。まず、使う野菜は玉ねぎだけですね。といっても玉ねぎね、めっちゃ少なくていい。20g ぐらいでいい。これをみじん切りにしていきます。ポルサンボルはね、朝食とかでもねよく出てくる。ほんと何なんだろうね、あれは。インドでいうところのアチャールだから、日本でいうところのほんと漬物、カレーに合わせるときは福神漬けみたいな立ち位置になりますね。はい、まず玉ねぎはみじん切りにします。これもね結構薬味的な感じで使ってます。で辛みを私はしっかり出したいので細かめにいけ。そしたらなんかこんな感じのボウルにですね、玉ねぎちゃん入れます。何グラムかな？18g ですね。18g ぐらいで OK です。スリランカはココナッツの国って言ったんですけど、基本的にカレーにも副菜にもめちゃめちゃココナッツを使います。今日はこのココナッツファインを使っていこうと思います。ココナッツファインだいたいもういっぱい作りたいので 80g 分ぐらい使っていきましょう。全然半量とかでも大丈夫です。そしたらここにスパイスとかお塩とかを入れていきます。スパイスは基本的には粉のスパイスだけなんですが、チリペッパー小さじ1/4杯入れていきます。本場だともっといっぱい入れるんですけど、やっぱあんま辛くなっちゃうとみんな食べられないと思うので、半分はパプリカで代用しようと思います。小さじ1/4杯ずつですね。胡椒はねほんの少しで OK。 辛くなっちゃうから。スパイスはこれだけです。お塩はね 80g ぐらいだったらね小さじ1/4で OK。 レモン汁は大さじ1杯いきましょう。で最後の一つはですね、鰹節です。なんで鰹節って思う方いるかもしれないんですけど、スリランカは実はねモルディブフィッシュって言って鰹節みたいなのをめちゃめちゃよく使います。結構私鰹節香るの好きだから2つまみぐらい1g です。でもこれでも 1g ぐらいしか入ってないんですけど 1g 入れていきます。そしたらあとこれを混ぜ合わせるだけなんですが、この手袋ちゃんをつけさせてもらって混ぜ合わせていきます。こんな感じでギュッギュッと押す感じですね。でこうギュッギュッと絞っていくと塩と玉ねぎが触れたところが玉ねぎから水分が出てくるんですよね。この玉ねぎの水分をこのココナッツファインに吸わせる感じだから、こうギュッとね押してポロポロって崩すとこんな感じ。またしばらくすると水気が出ると思うんですけど、その水気はねココナッツファインが吸ってくれるので、ちょっとこのねパラパラというよりもモロモロ感があった方が美味しい。これでポルサンボルはもう完成です。はい、ということでカレーもまだまだ煮込みがあるのでしばしお待ちを。30分ほど煮込みました。見てみましょう。オープンザフリーパカおいしそう。はい、そしたらですね、かき混ぜていきます。めちゃめちゃ美味しそう。味見をします。美味しい。でもちょっと足りない。ほんの少しですけど入れていきます。この最後のひとつまみがカレーをうまくする。そしたらこれを盛り付けていくにあたりまして、まずご飯を盛っていきます。こんな感じで盛っております。そしたらここにカレーを盛り付けていきます。美味しそうな手羽元ちゃんを乗せさせていただきまして、ちょっとぶっかけスタイルでいきましょう。ぶっかけスタイル。そしたらここにさっき作った副菜ちゃんも盛り付けていきます。はい、こんな感じ。もうちょっとこれ大好きだから山盛りで。あれ、最後にちょっと緑感が足りないなと思ったらここら辺にパクチーを盛れば、おい、こんな感じでスリランカ風チキンカレーの完成でございます。うまそう。食べましょう。はい、ではではいただきます。めっちゃお腹ついた。
ちょっとこのカレーとご飯はよく混ぜて食べるのがうまいです。いただきます。めっちゃうまい。めっちゃうまい。これさっき味見した時よりもやっぱ一つまみ気持ち塩多めかなぐらいで入れたのがめっちゃ効いてる。うまい。ちょっとこのポルサンボルはまあそのまま食べても美味しいんだけど、カレーとご飯とちょっと混ぜ合わせて食べるのがうまい。うまいわ。肉は手づかみでいかせていただきます。柔らかっ。しみしみですね。最高だ。はい、ということで今日はスリランカ風チキンカレーをご紹介させていただきましたけど、今日は気軽にお家で作りやすいような作り方でご紹介させていただきました。まあね、本当にめっちゃ本場の味を作りたい人は私のレシピ本を読んでください。まあ炒める時間もなくて楽ちんなのでぜひ作ってみてください。ということで今日はここまでです。次は何にしようかな、リクエストもお待ちしております。高評価、チャンネル登録、コメントもお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。なんか濃厚なもの、トマトっぽいもの、だしっぽいものみたいな。このね、赤い油が浮いてますけど、これはパプリカパウダーの色味なので辛くはありません。ご安心を。うまっ。